うも皆さんこんにちは、レッドです。前回エンジンの腰下まで組み終わったので、今回はピストンの組み付けとキャブレターの洗浄、そしてエンジンの始動までいけたらなと考えていますので、皆さんよろしくお願いいたします。今回は前回の続きということでエンジンを組み上げていきます。果たしてエンジンはかかるんでしょうか。今回組み込んでいくシリンダーとピストンは社外品になるので、ピストンリングのクリアランスを先に確認していきます。まずこのシリンダーの中に先ほどのピストンリングをはめていきます。でちょっとピストンリングを押し込みます。このピストンリングをはめた時に若干隙間が見えるのが分かりますかね。今光を当てて分かりやすくしているんですけど、隙間がなくてキッチキチの状態だと焼き付きの原因になるので、もしここの隙間がなかった場合はちょっと削ってこれぐらいの広さになるように調整をしてください。これは適正の広さですね。でピストンリングがもう一つあるので、もう一つも確認していきます。隙間がありますね。この確認は必ずやっておいてください。次にこのピストンの片側にこのクリップをはめていきます。そして次にこちらピストンリングを下からはめていきます。ちなみにピストンリングは上と下、種類が別々のものがあるんですけど、今回のは上下、両方とも一緒のピストンリングなので自由にはめて問題ありません。でピストンリングにはね、よーく見ると斜めになってるんですよね。なのでつくところが決まっているので、ピストンの溝のところに合わせて取り付けていきます。ピストンリングがはまりました。ちなみにこれピストンリングをこうやって締めると、ここにちょっと溝がねあるのが分かりますかね。この溝のところにこんな感じではまるような形です。上側のピストンもこんな感じになるので、もうつくところが決まるようになります。次ではガスケットにツーストオイルをつけてひたひたにした状態で取り付けていきます。次にピストンを取り付けていくんですけど、細かいパーツがクランク内に入ってしまうと困るので、こういった、ちょっと紙布系をですね詰めておきます。これはもうあくまで落下防止です。で今からピストンをはめるんですけど、ここに矢印があるのが分かりますかね。この矢印の向きを間違えてしまうとピストンがガジってしまうので、取り付ける時には向きに注意してから取り付けてください。このピストンの場合は排気方向にこの矢印が向くように取り付けていきます。そして次にクリップを使って蓋をしていきます。めっちゃスムーズで、詰め物はもういらないので取っ払っちゃいます。では今からシリンダーとピストンをはめていくので、シリンダー内とピストンにオイルをたっぷり塗っておきます。気持ちいい。そしたらフライホイールを回してピストンが変に飛び出していないか確認していきます。これがトップですね。トップの時に変な飛び出方はしていないので問題ありません。社外品のピストンの場合は精度が悪いと飛び出してくる場合があるので注意してください。飛び出した場合は削ってね。で今からこのシリンダーヘッドにガスケットを取り付けてはめていくんですけど、この周りはねパッキンが入るんですけど、今回社外品でこの中央にパッキンが使えません。
なので今回中央は液ガスを使っていきます。そして今回使う液ガスはこちら、パーマテックスのウルトラカッパー。こちら耐熱温度が高いのでエンジン周りや排気周りにすごくおすすめです。できるだけ薄く表面に色がついてるぐらいのね薄さにしていきます。規定トルクで対角線に締め付けていきます。続いてキャブレターの洗浄をしていきます。ガソリンが腐った匂いがします。腐ったガソリンの感じが分かりますかね。匂いとベトベトーンって感じですね。そしたらバラしたパーツにこちらクレのエンジンコンディショナーをぶっかけていきます。汚れが浮いてくるのを待ちます。今洗浄が終わったのでパーツクリーナーを使ってジェットの穴の確認をしていきます。出てますね。出てますね。今洗浄して乾燥まで終わりました。そしたら踏みながらいろいろ確認していきます。今からこのホースに息を吹きかけてこのフロートが上がった時にしっかり止まるか確認をします。しっかりね止まってるのが確認できました。でフロートに引っかかりがないか確認します。問題なさそうですね。しっかり機能してます。キャブレターの洗浄できました。そして実際にエンジンを回していく前に確認事項があるので今からテストを行っていきます。そしてこのテストをするときに中にオイルが入ってなかったら焼き付きの原因になるので、今回はね組む時に結構オイルを使っていたので問題はないんですけど、もしテストをする方がいたらその点気をつけてください。それではドキドキのスイッチ3、2、1、GO！ 回ってますね。クランク OK。 そして今交換前のスパークプラグを接続しています。
ここで実際火花が飛んでいるかも確認していきます。火が飛んでますね。そしたらもう古いプラグは引き抜いて、今新しいプラグを挿しているので新しいプラグに接続。では一旦焼き付き防止のために混合ガソリンを入れてエンジンを回していきます。OK。今キャブレターの確認をしていますが漏れてはないです。 OK。 これでエンジンがかかると思うのでいきます。イグニッションオン。3、2、1、ゴー。かかりました。やったー。アプリリアのエンジンかかりました。動くもんですね。さあこれで今エンジンがかかることが確認できたんですけど、まだ走行するためにいろいろね準備しないといけないことがあるので、一旦動画はここで終了させていただきます。その整備内容で言えば、タイヤがすり減っていたりフロントブレーキが効かなかったり、やらないといけないことがたくさんあります。なのでかなりね長期シリーズになっちゃうと思うんですけど、皆さん今後もよろしくお願いいたします。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるように Let's Bike Enjoy！ 毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらチェックもよろしくお願いいたします。またメンバーシップでは先行配信で先に仕上がった動画などもね、配信してますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。